はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はですね、2022年共通テスト数学 2B を完全解説していきます。以前ね、僕が共通テスト数 2B を18分以内に解けるのかっていうね、挑戦企画の動画を出したんですけれども、その時に僕がね、どのように問題に向き合って答えを出していったのかっていう思考のプロセスにね、フォーカスして解説していこうと思います。問題を解くためにどのように考えていけばいいのかに加えて、どのようにね、この問題を解くにあたって時間短縮をしていくのか、そういったテクニックもね、合わせて解説していくので、今ね、二次試験に向けて勉強されている高校3年生はもちろん、一通りね、数 2B の学習を終えている高校1年生、2年生の方も見てもらえると今後の勉強の指針になると思うので、ぜひ最後までね、見てもらえたら嬉しいです。ということで、早速やっていきましょう。それではまず第1問から。このね、第1問の1番はかなり基本的な問題かなと思います。座標平面上に点 A と、あと不等式、この表す領域を D とすると。このね、領域 D にまずフォーカスをね、してほしいわけなんだけど、まず、括弧1番が、領域 D は、これね、中心が点なんとか、半径がなんとかの円のなんとかであると。これを見て、円をすぐに連想してほしいわけですよね。この形を標準形に直してあげる。すなわち、平方完成すればいいんだよね。平方完成はただの計算なので省略するとして、このようになるので、これを見てあげると、中心は点25、半径はこの25の部分のルートだから5と。その円の、これね、小なりイコールなわけだから、周および内部ですよね。考え方としては、この左辺イコール0っていうのも含まれるわけだよね。これが0になる場合も25以下なわけだから、0っていうのは点なわけ。点を含む場合だから、周および内部の方なんだっていうことがすぐわかるかなと思います。ここまではね、図示せず、ここから図示していきましょう。以下点、この25、中心ですね。中心を Q とし、方程式、この表す図形を C とする。で、今、点 A っていうのは、マイナス80。を通る直線と領域 D が共有点を持つのはどのような時かを考えようと。なので図示してあげると、これね、y 座標は書いてないんだけど、点 A があって、点 Q があって、円がありますと。これ中心が25で半径が5の時点で、X 軸に接してる円だということがわかるわけですね。で、この点 A から直線をピーッとね、引いてあげますと。この直線が、この円の周および内部と共有点を持ってほしいよと。じゃあこの場合、まずね、考えたいのは、接線だよね。この接線がどのようになってるかなっていうことを考えていきたいわけですよ。っていうのも、接線っていうのが共有点を持つか持たないかの狭間の部分にあるからね。境目から考えていくっていうのが基本的な考え方なわけですよ。なので接線としては、こういうふうに接線引けるし、あとは当然すぐ分かるのがこの X 軸ですよね。ということで、X 軸はね、片方答えすぐ分かるわけだから y イコール0と。y イコール0は C の接線の一つとなることが分かる。これはね、図示すれば当たり前。で、今、もう片方のね、接線の傾き K を求めていきたいっていうのが今回の趣旨と。で、円とこの点 -80 を通る直線の接線っていろんな解き方があって、この解き方については誘導がなかったとしてもぜひ解けるようにしてほしいと。まず太郎さん見ると、点 A-80 を通るってことは直線の方程式をこのように置けると。y イコール k 角 x プラス8と置けるから、あとはこの円と連立させて何をするかって言ったら、もちろん重解条件を考えるわけですよね。ということで、太郎さんの求め方、なんかいろいろね、代入して計算してあげてるんだけど、結局求めたいのは重解を持つと。ね、この方程式が重解を持つ。これを求めさせたいの？こんなん簡単じゃんってことですよね。では続いて、X 軸と直線 AQ のなす角のタンジェントに着目することでも求められそうだよと。X 軸と AQ。だからここだね。AQ。ここを θ というふうに置いても求められるよっていうふうに言ってるんですけど、花子さんの求め方については、X 軸と直線 AQ のなす角を θ とすると、まずタンジェント θ はっていうふうに言われてるわけだから、タンジェント θ っていうのはこの直線 AQ の傾きですよね。ってことは x 座標としては10増えて y 座標5増えてるんだから10分の5で2分の1。では続いて、直線 y イコール0と、これ x 軸ね、と異なる接線の傾きはタンジェントなんとかと表すことができる。これはθを用いて表してるわけなんだけど、
これってね、傾きっていうのは、すなわち、タンジェントこの角度、この角度なわけなんですけど、このね、形を見て、ぜひ連想してほしい。というか、円に対して2本の接線を引いてるわけですよ。で、ここにね、中心があるわけだから、結局、ここのね、接線同士のなす角っていうのは、この中心を結んだ線によって、角が2等分されるっていう性質を使ってほしいわけですね。このね、発想っていうのは、なんなら東大でも問われてるんですよ。東大でもこれを知ってればすぐ解けるよねっていう問題があったりするので、連想ゲームだと思って、ぜひね、押さえておいてもらえたらいいかなと思います。そうするとここシータですよね。なので、ここの角度が2シータになるわけだから、タンジェント2シータと。ここが2シータ。だから丸1だね。じゃあ、点 A を通る C の接線のうち、接線の傾きね、K0 を求めようって言ったら、この2番、この10回イコール0を求めてもいいし、めんどくさいね。これめんどくさい。かなりめんどくさい。はたまた、タンジェント θ が2分の1の時のタンジェント 2θ を求めることによっても求められますよと。こっちの方が簡単ですね。タンジェント 2θ を求めていけばいいわけなんだけど、タンジェント 2θ ね。タンジェントの倍角の公式覚えてない方もね、いると思うんですけど、実は僕も覚えてません。一瞬で導いてます。何をするかというと、θ 足す θ っていうふうに見てあげる。下方定理はね、絶対覚えなきゃいけないんですよ。1枚タンタン、タンプラタンと。1枚タンタン、だからタンかけタンってことね。っていうことは、タンジェント θ かけるタンジェント θ なわけだから、タンジェント2乗 θ。で、タンプラタン、タンジェント足すタンジェントだから、どっちも θ だから2タンジェント θ になるよと。こんな感じでね、一瞬で導いてあげれば、タンジェントの倍角の公式は覚える必要はありません。このタンジェント θ に2分の1を代入してあげると、1-4分の1分の 2×2 分の1だから、計算すると、3分の4。このように求めることができるわけです。よろしいですかね。あとは、これね、もともと求めたいのは、直線 L と領域 D が共有点を持つような K の値の範囲と、共有点を持ってほしいわけだから、このね、直線の傾きが0からこの3分の4の間にあれば共有点を持つわけじゃないですか、ここにね。ということで求めたいのは0以上 K0 以下と。だから丸5だね。丸5。このように求めてあげてください。こんな感じでこの問題はね、誘導に乗っていって、この円とのね、接線の方程式っていうのを求めていけばいいわけなんですけど、これは誘導がなかったとしても、しっかりとね、複数の考え方っていうのをぜひ押さえてください。この誘導以外にも解き方ってありますよね。例えば、y イコール k かっこ x プラス8っていうふうに置いてあげた上で、重解を考えるだけじゃなくて、中心25、ね、中心25とのこの点と直線の距離が5ですよと。この点と直線の距離の公式を使ってあげることによって K0 をね、求めていく方法もありますよね。このようにいろんなね、円との接線の求め方っていうのを知っておくことによって、問題によって、この場合はね、重解を使うといいな。この場合は点と直線の距離を使えばいいな。この場合はね、タンジェントとかを使っていけばいいな。みたいな感じで臨機応変にね、いろんな応用問題を解くことができるわけですよ。ね、問題によってはこの考え方しか使えないよっていうのが出てくるわけなので、いろんな解き方を知っておくことっていうのは、かなりね、応用問題を解く上でいいんじゃないかなと思います。それでは2番目。A、B は正の実数であり、A とね、B も1じゃないよと。で、太郎さんは log_AB と log_BA の代償関係を調べることにした。最初にね、補足なんですけど、この A、B が正の実数とか1じゃないよっていうのは、この後で出てくる log_AB、log_BA っていうのを考える上の前提条件なわけですよね。A と B っていうのは絶対真数条件が必要なわけで、正だよね。しかも定にも来るから、定の条件は正であり1じゃないっていう条件が必要になるので、これを考える上での前提条件として与えられてるよと。で、太郎さんは次のような考察したっていうふうに言ってるんだけど、log3 の q を求めたいだけなので、q は3の2乗っていうのに着目すれば一発で2と。いうのが分かって、log9 の差は2分の1。この場合、代償関係あるんだけど、一旦スルーしましょう。一方、log4 分の1正イコールマイナス2分の3。この正を求めるためには、log のね、考え方っていうのを抑えなきゃいけない。これは実はね、後々出てるんだけど、log_AB イコール t の時、どういうね、関係式が成り立ってるのっていう話なんだけど、これはもう log の定義式なので、しっかりと抑えましょう。a の t 乗イコール b。この見方として、この b っていうのは a の何乗なのっていうのが log_AB なわけじゃないですか。ってことは b っていうのは a の何乗なの
この何乗なののところに t を入れればいいわけですね。だから a の t 乗イコール b っていうのが成り立つので、だからここは丸1ってことね。ここの式は答えは丸1っていうことなんだけど、一方ログ4分の1の正イコールマイナス2分の3ってことは、正の部分は4分の1のマイナス2分の3乗ってことですよ。よろしいですかね。ここに4分の1のマイナス2分の3乗入れれば4分の1でね、消えてマイナス2分の3が出てきますね。なので、これ計算してあげると、4分の1っていうのは4のマイナス1乗って見ることによって、4の2分の3乗っていうふうに直して、4は2の2乗だから2の3乗っていうふうに直して8と、このように出すことができるよと。よろしいですかね。そうすると、ログ4分の1、8の方がログ8の4分の1。これひっくり返したね。ログ AB とログ BA の大小関係っていうのが与えられますよと。ひっくり返したこと。じゃあ続いてね、ここでログ AB イコール t と置くと、ログ BA がその t をひっくり返したものになるよと。t 分の1になるよ。これを示していきたい。で、ここで、こういうことをやってるんだけど、まず、皆さんにね、ぜひログで押さえてほしい考え方っていうのが、定を揃える。この考え方はね、非常に重要です。ログといったら、とりあえずまずね、定が揃ってなかったら話が始まらないので、定を揃えましょう。これが基本的な考え方なんですよ。なので、これを使ってあげれば、ログ AB とログ BA が逆数の関係になってるっていうのは、すぐわかるわけですね。今回の場合は、ね、ログ BA っていうのを、ログ AB と定が違うわけだから、A の方に揃えてあげましょうっていうね。そしたら、ログ AB 分のログ AA。になって、ログ AA は1だから、ログ AB 分の1、t 分の1っていうふうにすぐ分かるんだけど、ね、定を揃えるっていう考え方を使う。今回はね、ちょっと特殊なことやっていて、ログ AB イコール t っていうのは、a の t 乗イコール b だよね。ということは、このことから、これ見てあげると、何分の1乗みたいになってるわけだから、この式を、両辺 t 分の1乗してあげればいいわけですよ。そしたら a イコール b の t 分の1乗っていう形になるわけじゃないですか。そうすると、それを探してあげると、丸1だね。a イコール b の t 分の1乗と。このことから、ね、a イコール b の t 分の1乗なんだから、ログ b の a は t 分の1だということが分かると。よろしいですかね。誘導に乗りつつ、ログって言ったら手を揃えるよね。この考え方も合わせて押さえておいてください。で、次に、太郎さんは括弧2の考察を元にして、t 大なり t 分の1を満たす実数 t の値の範囲を求めたと。いろいろ書いてあるんだけど、ね。もうこれいらないんですよ。だって求めてくれてんだもん。共通テストの上では、なんかいろいろ求めてるけど、だからこれ分母払いたいんだよねと。分数があったら嫌だから t を両辺にかけたいんだけど、かけるということは、その符号正負に注目しなきゃいけないよと。不等式だからね。0より大きければ符号は変わらないし、0より小さいなら符号が変わる。だからそれぞれの場合で求めてあげて、条件を考えてあげると答え出るよねと。いろいろ言ってるんだけど、もうこの結果分かってんだったらもうそれだけで十分です。で、ここで a の値を一つ定めたとき、不等式 logab 大なり logba を満たす実数 b の値の範囲について考えるっていうふうに言ってるんだけど、だから結局 logab が t なわけ。ね、これが t。そうすると logba が t 分の1になってるわけだから、これを求めてあげると、結局ね、この t が logab になればいいわけですよ。マイナス1から0の間にある。あるいは1より logab が大きければいいですよと。この t を logab に置き換えてあげた、この式をね、そのまま解いてあげればいい。ここから先はね、もうパターンですよね。この不等式を考えるにあたって、定の部分が1より大きいか1より小さいかでちゃんと場合分けしなきゃいけないと。ね、1より大きいか1より小さいか。これで場合分けしてあげると、1より大きい場合っていうのは、そのままね、不等式のね、順番をつけることができるわけですね。本当はね、logab がマイナス1から0の間っていうところから一発で a のマイナス1乗から a の0乗っていうふうに求められたらね、一番いいんですけど、分かりづらいよっていう方はぜひね、はい、定を揃える。この考え方をぜひね、押さえてください。マイナス1っていうのは、定をね、また log A に揃えてあげると、a のマイナス1乗っていう形になりますよね。log A の a のマイナス1はマイナス1だから。同じように、0は log A の a の0乗と。このように変形することができるわけ。同様に1小なり t の部分っていうのも、log A の a 小なり log A の b と。
こういった形に変形することができるわけですよね。そうすると全部 log_a で揃うわけ。定が揃うわけだから、この log_a の部分をそのままね、乗っけることができるんだけど、定の a が1より大きい場合はそのまま大小関係が維持される。だから、こっちの値の方は a のマイナス1乗小なり b 小なり a の0乗。すなわち a 分の1から1だよね。a 分の1から1。あるいは、ここの、log_a の a 小なり log_a の b ってことから、a 小なり b と。だから a 小なり b も入ってるのはここ。だから丸3っていうことが分かると。よろしいですかね。で、a がね、1より小さい場合っていうのは、符号をそのままひっくり返せばいいんですね。符号をそのままひっくり返す。だから b っていうのは a のマイナス1乗から a の0乗っていうのをひっくり返して、a の0乗から a のマイナス1乗っていうふうにして、a 小なり b っていうのも b 小なり a っていうふうにひっくり返してあげればいいと。で、一応ね、これだけだと、その選択肢にないんですけど、その理由っていうのは進数条件ね。最初にやったこの前提の a、b は正の実数だよ、1じゃないよっていうのは進数条件および定の条件から出てくる条件なので、0より大きいっていうところをここに入れてあげると、0から a かつ1から a 分の1。だからこの丸0ですね。この答えは丸0ということがわかるわけです。よろしいですかね。やってることっていうのはなんかね、誘導に乗ってるわけだけど、結局 t 大なり t 分の1も出してくれてんだから t に log_ab 入れればいいじゃん。で、あとは符号ね、t の部分が1より大きいか小さいかでちゃんとね、符号の向きが変わるか変わらないかに注意してあげれば、もうすぐに解けるわけですよ。よろしいですかね。ここら辺をもういかに早くパッパッパッと処理していくか、基本問題を処理するかっていうことが大事なので、こういった基本的な考え方は必ずね、できなかった方はね、復習しておいてください。では、括弧4番、p イコール13分の12、q イコール11分の12、r イコール13分の14とする。で、この時、log_bq と qp、log_pr と log_rp の大小関係がどのようになりますかっていう問題。これはね、明らか今までの誘導を使いますよね。実際にこの log_pq と log_qp の方に一旦フォーカスを当ててみると log13 分の12と、11と log11 分の12、13分の12、この大小っていうのを考えていきたいんだけど、ここはどうなりますかと。これはこの log_ab と log_ba どっちが大きいかっていう話なんだけど、考え方としてはこの関係を満たすかどうかって見てあげるわけ。すなわち、こうなるっていうことを考えてあげればいい。こうなる大なりっていうのを満たしているか、もし満たしていないのであれば、じゃあ反対だったんだねっていうことが分かるわけじゃないですか。だからこうなるっていうことを前提にして考えてみると、すなわちね、この A の部分が13分の12。ここの A の部分が13分の12で、B の部分が11分の12なわけですよね。何が言いたいかというと、A が1より小さいわけ。0から1の間。ということは、先ほどね、A が1より大きい場合は丸3。0から1の場合は丸0。これを満たしている。これを満たしている場合にこうなるわけなんだけど、満たしてるかなっていうことを実際にこの式にね、代入してみましょう。B っていうのが11分の12でね。B っていうのが11分の12。小なり A っていうのが13分の12。または1小なり B11 分の12。小なり A 分の1っていうのは A をひっくり返した12分の13と。よろしいですかね。この B に11分の12を入れて A に13分の12を入れたわけ。これまたはこれが成り立ちますかっていうことを考えてあげると、明らかね、こっちは成り立たないですね。13分の12は1より小さいから。じゃあこれ成り立ってるかなって考えた場合、11分の12を1たす11分の1、12分の13を1たす12分の1っていうふうに見てあげれば、11分の1の方が12分の1より大きいよね。11で割ってるわけだから。ということで、これ満たさないわけ。満たさないよと。ということは、この関係式を満たさないんだから、log_ab よりも log_ba の方が小さい。この符号が逆になってるよっていうことが分かりますと。ということで、こうなりませんと。なりません。っていうことが分かるので、結局 log_pq と log_qp はこっち側になるよと
いうことがわかるわけです。まあ同じようにね、logPR と logRP を比べてあげればいいんですけど、まあ結局、このね、B の11分の12を入れてたところに13分の14をそのまま入れてあげればいいので、まあ、同じように計算してあげると、今度は成り立つのね。今度はこっち側になるよと。よって答えは②ということがわかるわけです。よろしいでしょうか。まあこんな感じでうまくね、誘導に乗っていくことが大事なんですけど、この問題においては、まずはログは定を揃えるっていう基本的な考え方をしっかりとね、押さえておいてください。それを使えれば別に難しくはないんじゃないかなと思います。で、最後ね、おまけなんですけど、サクサクっと解く時のテクニックとしては、片方がね、小なりっていうことが分かった場合、まあ明らか13分の12のこの A の部分は一緒なわけじゃないですか。ということは、まあ、片方小さいんだったら片方ね、もう片方は逆の方ね、どっちも小さいよねみたいな答えにはならないんじゃないかなっていうふうに、まあ、予測立てて、まあ初めから決め打ちしちゃってもいいかもしれません。まあそこはね、どうせだったら丁寧に解いた方がいいかなとは思うんですけど、まあそんな感じでサクサクっとは解けます。では続いて第2問。A を実数とし fx イコール x3 乗 -6ax プラス16と置くと、まあこの問題もね、結構基本的な問題だったかなと思います。まず括弧1番から a イコール0の時、グラフの外形はどうなって、a が0より小さい時どうなると。まずね、押さえておいてほしいのが、3次関数のグラフっていうのは、まあ大きいわけでね、極値を持つか持たないか。でもっと言うと、まあ、こんな感じで一時的にグラフの変化率が0になる場合があるかないかと。まあ、こういう場合があるよと。これは x3 乗の前の係数が正の時、負の時はこの逆向き。こういう感じかな。この、まあ、3パターンあるよっていうことはね、ぜひ押さえておいてほしいかなと思います。まあ、3×2 の6パターンね。で、まあ、今回 x3 乗の係数は正なので、この上側の3つのどれかだなっていうことが分かるわけですよ。で、それが a イコール0か負か。あるいは a が正の時にどうなるかっていうことなんですけど、a イコール0の時は x3 乗プラス16。まあ、この時点で、この真ん中のパターンだなっていうふうにすぐにね、気づいてほしいところではあるんですけど、まあ、今回はね、解説ということで微分しましょう。微分すると 3x2 乗マイナス 6a という形になるわけですよね。じゃあ a イコール0の場合っていうのは、微分すると 3x2 乗と。そうすると、これグラフ考えてみると、3x2 乗のグラフっていうのは x イコール0の前後で常に符号はプラスですよね。で、一時的に x イコール0の瞬間に傾きが0になるわけだから、まあ、どんどんずっと増えていくんだけど x2 乗のね x イコール0の瞬間は傾きが0になるよと。だから丸1っていうことが分かって、じゃあ a が負の時はって言ったら 3x2 乗マイナス 6× 負ってことは 3x2 乗に正の数を加えたものと。ということで、まあ、こんな形になるわけですよ。これが a が負の時ね。そうすると常に正ということが分かるので、もう上がり一本上司ですよね。単調増加。だから丸0と。このように求めることができるわけです。では、まあ、括弧2番がね、a が正の時。ということで、まあ、この丸2番ね、形の時の話なんですけど、この時どうなりますかっていう話ね。問題は p を実数として y イコール fx と y イコール p。この交点。この共有点が3個ですよと。これね、定数分離系ねと。まあよくあるのが fx イコール p の実数解の個数っていうのを y イコール fx と y イコール p のね、共有点の個数にね、対応させるみたいな問題がありますけど、それと同じことをやるんだなと。y イコール fx のグラフがこのようにあって、これと y イコール p が3個の共有点を持つわけだから、まあ、このようなね、この極大値と極小値の間に y イコール p があれば3個の共有点を持つよねっていう話ですよ。なので、あとはね、この極値のね、極大値極小値を求めていきましょう。微分したときに 3x2 乗 -6a っていう形になるわけで、まあ、a が正の時はね、このように x 座標と x 軸と交点を持つので、この交点をそれぞれ求めていく。まあ、その前後でプラスマイナスプラスと
符号はね変わっていくわけなんですけど、 3x2 乗マイナス 6a イコール0っていうのを解いてあげると、x2 乗が 2a ということは x イコールプラスマイナス 2a をルートしたものだから、ルート 2×a の2分の1乗っていう形になるわけです。よろしいですかね。なのでここの x 座標がマイナスルート2の a の2分の1乗っていう風になって、ここのね x 座標はルート2の a の2分の1乗っていう風になるので、あとはこの値を x3 乗マイナス 6ax プラス16に代入すればいいよね。代入して計算してあげてください。計算してあげると、マイナス4ルート2の a の2分の3乗プラス16から4ルート 2a2 分の3乗プラス16と、丸3から丸2、この間にあるということが分かるわけです。これはやりたいことが分かれば、極大値と極小値求めたいのねっていうのをそのままね、入れてあげれば一瞬でできるはず。では続いて p イコールうの時、小さい方の時、この時曲線 y イコール fx と y イコール p は2個の共有点を持つ。それはそうですよね。だってこのように y イコール p が来れば、片方が極値でね交わってるわけだから、この2箇所で共有点を持ちますよと。でそれらの x 座標 qr、9小なり r だから、こっちが9、こっちが9でこっちが r と。この時RP でね接することに注意すると、Q と R の値は何であると。これ R は一瞬で分かりますよね。 R はこの極小値の部分なわけだから、ルート 2a の2分の1乗、さっき求めた通りここが2になりますよと。で肝心の Q、 これがどうなるのかっていう話なんですけど、考え方はですね2つあります。片方は正規の方法、もう片方はちょっとズルする方法。ズルできたらもう一瞬で解けるんですけど、じゃあまずはね正規の方法で解いていきます。どのようにね考えていけばいいかと言いますと、この x3 乗マイナス 6ax プラス16、x3 乗マイナス 6ax プラス16と、これと y イコール p を連立させるわけでね。この p っていうのはマイナス4ルート 2a2 分の3乗プラス16なわけなんだけど、これの解を求めてあげたいと。移行してあげると x3 乗マイナス 6ax プラス16マイナス p。p っていうのはねちょっと書くのめんどくさいけど、展開しなくてもできる。このように書いてあげるとして、今この3つの解を考えたいんだけど、ここでねこの3つの解のうち2つの解は R なんですよ。1つが Q で R で接してるってことは、すなわちこの3解が QRR と R について10解を持つよっていうことが分かるわけなんですね。そうするとこれ解と係数の関係が使えるわけです。ここねどこで解と係数の関係使ってもいいんですけど、 x2 乗がね0と x2 乗の係数が0なので、Q と R と R を足してあげるとマイナス0、すなわち0になるよと。解と係数の関係より Q プラス 2R イコール0っていうことが分かるから、 Q イコールマイナス 2R だから、この R をマイナス2倍してあげてマイナス2ルート2と、マイナス2ルート2の a の2分の1乗っていうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。これは結構ね分かんないと厳しいですよね。ここの R と Q っていう時に、連立させたいよね。連立させます。でも解く必要はない。なぜかというと、ヒントもねあるわけだけど、点 RP で接することに注意するとこのように書いてあるわけなので、じゃあ R の10回を持つんだ。ここから解と係数の関係を使うことができるわけです。この考え方はしっかりとね押さえておいてください。でもう一つの解き方ね、ちょっとズルする解き方なんですけど、これはね3次関数のグラフの性質っていうものがね、知っていれば難しくなかったかなと思います。今3次関数があった時に、このようにねボックスを書くことができるんですよ。極大値がここにあって極小値がここにあって、この点を対象にこの3次関数はね点対象ですよと、こういったグラフを書くことができるんですね。これ長方形ボックス。そうするとね、ここの部分が R なわけですよね。 R でここの部分が0という形で、ここは Q っていう形になっているので、もうこの図をねイメージしてあげれば、Q っていうのは R のマイナス2倍だなっ
っていうことがすぐ分かるわけなんですよね。こういったグラフの性質があるっていうことは、知識としてね、押さえておくといろんなところで活躍するんじゃないかなと思います。では続いて、方程式 fx=0 の異なる実数解の個数を n とする。次の0から5のうち正しいものは k と5であると。n=1 ならば a 小なり0。なんかよくわかんないけど、わかりやすいのはこのね、まず丸1から丸5、こっちから考えていくといいかなと思います。っていうのも A が負っていう時点でグラフの形って決まるんですよ。ね、A が負の時っていうのはこういうことですよね。で A が負っていうのは、これもこういうことで A が0より大きいっていうのはこういう場合と。で今 fx=0 の解なので、このグラフとイコール0、すなわち x 軸ね、 x 軸と何個交点を持つかなっていうことを考えていけばいいわけなんですよね。そうするとまずこのグラフの形だったら x 軸がどこにあろうが絶対1箇所しか交わらないんですよね。なので実数解の個数 n=1 っていうのは確定するわけです。当然ね、ここ n=2 っていうのはありえないわけだけど、じゃあ a が0より大きい場合っていうのは x 軸の場所によって3個ある場合も1個ある場合も2個ある場合もありえますよね。ということでこの丸5も成り立ちませんよと。では続いて問題のこっち n=1 ならば2ならば3ならばっていうふうにあるんだけど、これ分かってしまえばね難しいことはないです。n=3 ならば a 大なり0っていうのは n=3、実数解が3個あるわけ。実数解が3個あるってことはどう考えてもこの場合って3個持ちようないわけだから、少なくとも n=3 っていうのはこういう形になってなきゃいけないよと。こういう形、じゃあ a が0より大きいってこと確定してんじゃんっていうことが分かるわけですね。ちなみに言うと n=2 ならばっていうところも a 大なり0っていうのが言えるわけなんですよ。n=2 っていうのは、こういう形でもこういう形でもダメなわけですね。n=2 っていう時点で、このようなね形になってるわけだから、じゃあ a が0より大きいっていうことが言えるのかと。こういうことが言えて、で n=1 ならばこのことからは何も言えないんですよ。n=1 から言えることって何って言われたら、だって n=1 って言われてもね、 A が正の場合でも1個ぶつかる場合もあるし、当然 A がね負の場合は常に1個ぶつかるわけだけど、どっちかっていうのは確定しないよねということで、これは何も言えませんよと。以上よりこの丸1と丸4が答えになるというわけです。これはしっかりとね、グラフをイメージしながらこの方程式を見て、方程式からグラフに換算してあげると。でグラフを、イメージしてあげる中でしっかりと状況を分析していく。 A が0ということはこれが言えるかなっていうことをちゃんと一個一個整理して考えると、解けるんじゃないかなと思います。では2番、B 大なり0とし、この2つのねグラフを考えていくと。で、C1 と C2 は2点で交わりますよ。これらの交点の x 座標それぞれ α、β とするとって言われたら、これイコールこれをね gx=hx を考えてあげればいいわけですよ。gx=hx なわけだから gx-hx イコール0っていう形をね考えるわけだよね。gx-hx 計算してあげると x2 乗 -3bx プラス 2b2 乗と、これ整理しただけで交点考えたいわけだから、このように因数分解してあげて、これイコール0を考えればいいから a イコール b と β イコール 2b と α、β を求めることができるわけです。これは簡単ですね。で今度は α から β、 この b から 2b の範囲で C1 と C2 で囲まれた図形の面積を S とすると、囲まれた図形の面積、この時点でまず積分を使えることは確定なんですけど、積分をね求める上で何が必要かっていう情報をしっかりとね押さえておいてください。まずは範囲だね、積分の区間。この積分の範囲が分からなきゃいけないのと、あとは上引く下と、よろしいですかね。上引く下っていうのが、一応縦の長さね、長方形の細長い長方形の縦の長さに対応するわけなんだけど、その上引く下を積分の範囲で積分してあげるわけなんだけど、そこで上と下っていうふうに言ってるわけだから、当然ね知らなきゃいけないことっていうのは上下関係だね。
どっちが上でどっちが下か、結局 ② に ③ は包括されるわけだけど、あえてね分けて書いてあげると、この3つを知ることっていうのが大事になってくるわけ。よろしいでしょうか。なのでアルファからベータの範囲でって言われたら、積分の範囲アルファとベータね、上引く下gx-hx か hx-gx、どっちが上なんだろうっていうことが分かればいいわけですよ。よろしいですかね。じゃあ S はって言われたら、これは上下関係を考える上で大事なのは gx と hx の差なわけね。この差が0より大きければ gx の方が大きいし、差が0より小さければ hx の方が大きいということが分かるわけ。ということで gx-hx のグラフを考えてあげるんだけど、それって、このね計算結果よりこのように下に凸で x 切片が b と 2b ということが分かる。で符号がプラスマイナスプラスっていう関係になっているので、このアルファからベータ、この範囲は gx-hx っていうのは負になってるよね。負になってるということは hx の方が大きいんだ、 hx の方が上なんだということは、上引く下っていうのは hx-gx とこのように分かる。よって、次のね選択肢から選んであげると hx-gx は②と。一方 t っていうのは何かというと、ベータから t の範囲で c1 および、と c2 および x イコール t で囲まれた図形。これはねベータから t の範囲なわけだから、2b から t ここの部分ね、だからプラスなわけだね。 gx の方が上ですよっていうことが分かるので、ベータから t の範囲で gx-hx、 上引く下は gx-hx になるわけです。ここは gx-hx、だから選んであげると1とね、1、このように求めることができる。よって s-t はって言われたら、これはねこの2つを眺めてあげればすぐできるわけですね。s-t っていうことは、s っていうのはアルファからベータまでの hx-gx とこのようになって、でマイナス t なんだけど、このね gx-hx と合わせるために、この gx-hx にマイナスを入れてあげることによって、プラスベータから t の hx-gx という形になるので、この積分区間ね、ここの hx-gx が同じものになって、アルファからベータ積分して、さらにベータから t まで積分するよって言ったら、つなげることができるよね。アルファから t まで、アルファから t まで hx-gx を入れてあげればいいと。ここが hx-gx っていう形になるから、②であるので s-t はこれもう計算してあげてくださいってことですよね。めんどくさいですね。 hx-gx はって言ったら、これのマイナス1倍、これのマイナス1倍ということで、マイナス x2 乗マイナス 3bx プラス 2b2 乗っていうふうになるんだけど、これをアルファから t で、アルファっていうのは b ですよね。 b から t と、これはねゴリゴリ計算してあげてください。テクニックみたいなのね特にないので、6分のマイナス1かっこ 2t3 乗マイナス 9bt2 乗プラス 12bt2 乗 t マイナス 5b3 乗と、こういった形になりますよと。で従って s イコール t となるのは、s イコール t となるのは、だからこれイコール0になればいいんだよねと。マイナス6分の1でくくってるので、この 2t3 乗マイナス 9bt2 乗プラス 12bt2 乗引く 5b3 乗イコール0になればいいと。あとは因数定理ね。これはね比較的簡単で t イコール b を入れてあげれば成り立つわけです。これはね当たり前っちゃ当たり前なんですけど、 t イコール b を入れてあげると 2b3 乗引く 9b3 乗足す 12b3 乗引く 5b3 乗イコール0っていう形になるので、t 引く b でくくってあげることができて、そこからねさっきもう一回ね t 引く b でくくることができるので、こういったね形に因数分解できますよ。あとは t イコール b と2分の 5b っていうのがあるんだけど、これ共通テストだったらね、もうこの形見たらb じゃないんだろうな、2分の 5b っていうふうにすぐ分かるわけですよ。共通テストはそれで OK。ちなみに b がねなぜ外せるかっていうと、このね t ってそもそも何かというと、ベータから t の範囲でのt なわけじゃないですか。ベータっていうのは 2b ね、2b だから t は 2b 以上なわけですよ、t は 2b 以上。当然ね b っていうのは正なわけだから、これは b より大きいよねと。
このことから t っていうのは b っていうのはありえないっていうことが分かるので t イコール2分の 5b ということを求めることができるわけです。よろしいですかね。このね問題は割と重いっちゃ重いけど結局やってることはそんなに難しくないですよね。ボックスが分かれば、ここも一瞬で解けるし、これは一個一個冷静になってこうだったらこうかなっていうことを言えるかどうかっていうのをしっかりとね別の場合が実はあるじゃんっていうふうに論理的にね考えていく。しっかりと考えれば難しくないですし、ここら辺はね計算が大変だから計算で慌てちゃうと、本番ではね結構厳しいかなとは思うんですけれども、一個一個ねやってることは難しくないかなと思います。それではねここから選択問題。一応第3問も解説するんですけど、第3問はね確率統計なのでやってない方多分多いと思うんで飛ばしてください。第4問にそのまま進んでもらっても大丈夫です。ただ第3問はね分かる人にとってはめちゃめちゃ簡単、一瞬でやることっていうのは見えてくるんですよ。なので確率統計勉強された方はぜひね見てもらえたら、共通テストの確率統計って結構ちょろいんだなっていうことがね分かるんじゃないかなと思います。ただね勉強しなきゃいけないので、わざわざ共通テストだけのために確率統計やるかといったら、そんなことはしなくていいのかなとは思うんですけど、一応解説していきます。もちろんやってない方は第4問まで飛ばしてください。この問題はねじゃがいもを測っていって 200g、 この 200g を超えるものが 25% あるよと。だから 200g 超えるかな超えないかな、25% 含まれるんだなっていうことを考えていく。でそれを400個ね抽出しました。じゃあその 200g を超えるじゃがいもの個数を表す確率変数を z とするんだけど、その z は400個取り出してきて、それがそれぞれ 0.25 の確率で 200g を超えるわけだから、2項分布400と、0.25 と、これはもうそのままですよね。でってことは z の平均はって言われたら2項分布のね公式、これはもう公式としてねぜひ押さえてほしいんですけど、この平均っていうのは NP でねかけるだけ。当たり前ですよ。400個を選んできてそれぞれ 0.25 の確率なわけだから、期待値はって言ったら NP かけてあげて 400×0.25 で100と。ちなみに分散はって言ったら NP1-P、 これも公式なのでぜひ押さえてください。これが分かると次も楽勝ですね。Z を括弧1の確率変数として大事なのは R イコール400分の Z とする。この時この R の標準偏差を求めていきたい。だからこのね移項分布に従う Z っていうものをそのまま400分の1倍しましょうと。その時の標準偏差はっていう話なんだけど、400分の1倍する前の分散っていうのは NP×1-P だよね。ということは、400をもう N っていうふうに置いちゃいますけど N 分の Z の分散ね。分散っていうのは、N 分の1倍されたら分散っていうのは N の2乗分の1倍されるよね。よろしいですかね。ということで約分されて N 分の P×1-P になると。ってことは標準偏差はこれをルートすればいいというわけですね。ここら辺の計算はね、N 分の1倍されるんだということはこの分散を N の2乗分の1倍すればよくて、それをルートすればいいっていうことが分かれば別に難しくないかなと思います。なのでそのまま入れてあげると400分の P が 0.25 でね、確率 0.25×0.75 と、これ計算してあげて80分のルート3と、だから丸2だね。80分のルート3ということが分かる。で標本の大きさ400が十分に大きいから R は近似的に正規分布 0.25 と80分のルート3の2乗に従うと。従って、R が x 以上となる確率が 0.0465 となるような x の値は何とかとなる。この問題に関しては、R がこの正規分布に従うよっていうふうに言ってるわけだから、これを使って、この確率ね、41ページにあるわけですよ。この正規分布の表がね。これを見ながら考えてくださいっていう話なんだけど、よく言われることとしては標準化ですよね。この R ってやつを、この平均値引いて標準偏差で割ってあげたら、これが標準ね正規分布に従いますよと。これを使って考えていきましょうっていうのは基本的な考え方なんですけど、ちょっと分かりづらいよっていう方は、ぜひね
この考え方を押さえてほしい。言葉で説明できた方がいいからね。この R っていうのがこういう正規分布があるとしたら、中心が 0.25 にあるわけでしょ。平均 0.25。で、今、この R が X 以上と。ね。X 以上ですよと。ここの確率が 0.0465 なわけ。この X が、この X が中心から何標準偏差分だけ離れてますかと。何シグマ分、こういうふうに見てあげるとすごく見通しが立つんじゃないかなと思います。何シグマ分かっていうことについては、これ 0.0465 っていうのをここにそのまま正規分布表を見てあげればいいわけなんだけど、ここの部分が 0.0465 になってほしいわけ。ということは、ここの面積っていうのは 0.5 からここが 0.5 なわけだから、0.5 から 0.0465 を引いてあげれば 0.4535 と。こういう形になるんで、その時の Z はって言われたら 0.4535、ここにありますよね。はい、1.68 と。ここが 1.68 っていうことが分かるので、何標準偏差分って言われたら、ここが 1.68 ということが分かる。よってこの X はって言ったら 0.25 に80分のルート3の 1.68 倍足してあげれば出ますよと。あとは計算してあげてください。ルート 3.73 とか代入して計算したらかなりめんどくさいんですけど、答えは出てきて、0.28633 みたいな形になる。だから 0.286 が答えね。よろしいでしょうか。こんな感じでしっかりと正規分布表を使いこなせるようにしてもらえたらいいかなと思います。では、括弧3番。いろいろ言ってるんだけど、まず、X の範囲が、取り得る X の範囲は100から300だよっていうのが限定されてますよと。で、しかも重さの標本平均は 180g だよっていうことだけ分かればもう大丈夫です。ここでヒストグラムいろいろ書いてみたら、y イコール ax プラス b。こういった直線に近似できるなっていうことを考えたわけですよ、花岡さんがね。じゃあ、一定の割合で減少しているわけで、x の確率密度関数を fx として一次関数 fx イコール ax プラス b を考えましょう。で、確率密度関数なわけだから、この100から300の範囲に全てのジャガイモが入ってるよということが言えるわけですね。っていうことは、その確率は100から300の範囲にジャガイモが入る確率はって言ったら当然1ですよね。絶対入るよって言ってんだから1だけ。これが確率密度関数の定義っちゃ定義。このことから、とこが分かりますよっていう話なんだけど、要はこの ax プラス b、この一次関数のグラフがあるわけだけど、ここに含まれている確率が1、すなわち面積が1というふうに言えるわけ。このように言い換えることができればもう楽勝ですよね。はい、これ台形なわけだから、x が100の時の高さは 100a プラス b。で、上底足す下底かけるこの高さが200と割る2イコール1っていうのを計算してあげることによって、それぞれ入れてあげると 4×10 の4乗 a と 2×12 の b 乗イコール1と、10の2乗 b イコール1と、こういった形になるわけです。では続いて今度は、この重さの標本平均が 180g っていう条件を考えていきたいんだけど、これはこの平均期待値 m の求め方がこのように表されるよっていうことは与えられていて、与えられてなくてもぜひ知っててほしいんですけど、これを計算したらこうなったよと。親切ですよね。わざわざ計算する必要ないよ。計算しといたからねっていうこと。ということは、これと先ほど求めたこれ、連立させれば OK。連立させるだけ。ここの10の4乗 a とか10の2乗 b、あと10の6乗 a、10の4乗 b っていうのを見比べてあげたら、こっちの丸1の式を丸々10の2乗倍したいですね。10の2乗倍したいなっていうふうに思う。そうすると、これから 4×10 の6乗 a 足す 2×10 の4乗 b イコール100っていう形になるわけなんだけど、あとは 2×14 の4乗 b と 4×10 の4乗 b 見て、こっちを2倍して差取ってみたいな感じで計算してあげれば、この差と子はそれぞれ3と11ということが分かるわけです。よろしいですかね。3と11。
これによってこの A と B、A と B がそれぞれマイナス 3×10 のマイナス5乗と 11×10 のマイナス3乗っていうふうに分かったわけで、最後求めたいのは出荷される予定の全てのじゃがいものうち重さがね 200g 以上のものは何%ですよと。だからこういう形でじゃがいもの重さが分布してるわけ。そのうち 200g から 300g のものは何%ありますかっていう話。よろしいですかね。そうすると、ここの面積1分のここの面積っていうふうになるわけだから、結局はここのね青色の部分の面積を求めればいいわけです。結局求めたいのは上底が 200a プラス b と下底、上底下底どっちか分かんないけど、もう片方が 300a プラス b で高さが100割る2で A が先ほどね 3×10 のマイナス5乗 B が 11×10 のマイナス3乗っていうのを代入してもうごちゃごちゃ計算してあげてください。めんどくさいけど答えを出していくと 35% というふうに求めることができるわけです。よろしいでしょうか。こんな感じで、確率密度関数のところがねしっかりと分かっていて、あるいは二項分布だったりのこの公式だったりね、基本的な式がね分かっていればそんなに難しくない問題だったんじゃないかなというふうに思います。もちろん第3問やってない方もねたくさんいると思うので、続いては第4問に移っていこうと思います。このね第4問初めに言っときますけど、これ中学受験経験している方が圧倒的有利だったんじゃないかなと思います。中学受験では品質なんですよ。このグラフダイアグラムで人の動きを考える。兄弟がいて弟が先に家を出発して兄が後から追っていくみたいなものって中学受験でかなり品質なんですよね。でそこでダイアグラムこういった表を考えながら、ここの部分が何対何になって速さの比がこの割合になってとかっていうのはかなり難しいことをね中学受験でもやるので、中学受験やってた方だったらめっちゃ簡単じゃんって思うんじゃないかなと思います。だからちょっとね人によってはかなり難しくて人によってはかなり簡単な、そういう問題かなというふうに思うんですけど、見ていきましょう。ごちゃごちゃ書いてあるけど、まずね歩いてる方が毎分1の速さで、後で、時刻2ね時刻2に自宅を出発して毎分2の速さで追いかけますよっていうことね。で出会ってから1分だけ停止してまた戻って1分停止して行ってみたいなね、暇ですよね。この歩行者と自転車とんでもない暇人だと思うんですけど、それでね、結局このグラフをしっかりと解釈できるかどうかっていうことが大事なわけです。このように、こっちが X が時間ですね。時間でこっちが距離、メートルというふうに、メートルでいいのかな、メートルって書いてないけど、メートルっていうふうに考えてみたとして、歩行者は毎分1の速さで進んでいきますよと。これってすなわち1秒経ったら1上がる、1秒経ったら1上がる、傾きが1っていうことですよね。毎分1の速さで、ここでね自転車が最初2秒遅れて2分遅れて、出発すると。これが毎分2で、出会ったら1分休憩するわけでしょ、謎に。でまた毎分2で戻って1分休憩してっていうふうに進んでいきますよっていうことで、これをねこれ中学受験経験されてない方はおそらくグラフの問題だから y=x とこれ y=2x プラス4、この交点を求めてみたいな感じで座標でね扱いたくなると思うんですけど、もちろんそれでもできますよ。あとね直線の方程式で表して交点を計算して求めることもできるねって太郎さん言ってるんですけど、毎分2の速さ毎分1の速さっていうね旅人算的に考えていきましょう。すなわち毎分1の速さで進んでいるっていうことは、A1 が1で、B1 が2っていうのもすぐ分かりますよね。出発時点でこの歩行者は2だけ先進んでるわけで、そっから先毎分1の速さの人を毎分2で追いかけるわけだから、毎分1ずつ縮まってきますよね、距離っていうのは。だから1ずつ縮まってるっていうことはもともとの距離が2あるわけだから2分後に追いつきますよっていうことが分かる。だから最初に追いつく時のここのね時刻と位置を表す点の座標はって言ったら x 座標4でしょ。 x 座標は4ですよと。でy 座標も当然4なわけですよ。だってこの人がずっと毎分1で進んでるわけだからここも4ですよと。よって A2 はっていうふうに言われたらこれ同じことやっていけばいいわけ。
順番に追っていけば、ここで1分休憩してて、2分かけて進んだところを戻るためには2分かけて戻りますよね。速さ変わってないわけだから。で、ここでまた1分休憩しますよと。数えてあげると、ここで4、ね、ここまで4で5、7、8と A には8ですよと。で、B にはっていうふうに言われたら、ここのタイミングで、歩行者がどれだけ進んだのって考えたら、4進んで、その後ね、3、1回休んでるから、3進みますよね、さらに。だから4たす3で7と。こんな感じで、ちゃんとダイアグラムを見てあげて、図形を見てあげて、その旅人山的な動き、歩行者と自転車の人がね、どのように動いていくかってことをイメージしてあげて、じゃあ、毎分1ずつ縮むんだみたいなことを理解すれば全然ね難しくないのかなと思うんですけど、それはねやっぱりバックグラウンド、中学受験経験者かどうかによって、だいぶその難易度っていうのは変わってきちゃったんじゃないかなというふうに思います。一応ね後々自転車が歩行者を追いかけるときに間隔が1分間に1ずつ縮まっていくことを利用したよと、もうこれだけ書いてほしいんですよね。これだけ最初のここら辺に入れてくれればだいぶ話も変わってくるのかなというふうには思うんですけれども、では続いて、自転車が N 回目に自宅を出発するときの時刻、こんな感じで AN、BN っていうのがあって、AN プラス1、BN プラス1を求めてきたよと、全可式立てましょうっていうね、よくある問題設定なわけですよね。そうすると、結局同じことをやればいいわけです。ここら辺がどうであれ、もうこの時点から考えていきましょう。この時点から考えていくと、今、AN から自転車の人が出発した時に距離が BN 離れてますよと。それが毎分1ずつ縮まっていくわけだから、追いつくのは BN 分後でね。当然。ということで、追いついた時の時刻っていうのは AN たす BN と。ここが AN たす BN になって、その時の Y 座標はって言われたら、求め方としては自転車の人がね BN をかけて進むわけだから BN の2倍でもいいし、歩行者がもう BN 進んでいてまたそこから BN までの間に BN 進むからでもいいけど、いずれの場合においても 2BN で求められますよね。 BN の2倍と。なので、ここから選んであげると ③ と ④ か、このように求められます。じゃあね、以上からこのように全可式を立ててくださいねっていうところなんだけど、同じようにね、一個一個追っていけばいいよね。BN 進んで追いついて、1回休憩します。1回休憩します。で、また戻っていくんだけど、BN かけて進んだってことは BN かけて戻ってきますよね。速さが一緒だから。で、あとはまた1秒休憩しますよと。ということで、AN プラス1っていうのは AN に BN を2個、1を2個、だから 2BN 足す2を足してあげればいいと。AN に 2BN 足す2を足してあげればいいよと。じゃあ BN プラス1はって言われたら BN プラス1っていうのはまず BN、ここがね 2BN っていうのをさっき出したわけだから、ここから考えていきますか。 2BN からどんだけ進んだのって言ったら、ここの長さで BN 足す1だね。BN 足す1、分だけ歩行者はさらに歩いてるわけだから 2BN 足す BN 足す1で 3BN 足す1と。はい、全可式を立てることができました。もうあとは全可式解けばいいだけですよね。この BN プラス1イコール 3BN プラス1と B1 イコール2からもうヒントも与えてくれてるわけだけど、この2つを使って BN を求めてください。これは Y イコール 3x プラス1みたいな一次関数っぽい形ですよね。これどうするかというと α イコール 3α プラス1っていうふうに置いてあげて、α イコールマイナス2分の1、これ差を取っていきましょう。 bn プラス1プラス2分の1イコール3倍の bn プラス2分の1なわけだから、 bn プラス2分の1っていうのが等比数列になって、 bn プラス2分の1イコール3の n マイナス1をかける b1 足す2分の1と、で b1 イコール2っていうのを代入してあげると、ここは2分の5になるから、bn っていうのは2分の5かける3の n マイナス1をマイナス2分の1と、だからこれだね、丸7っていうことが分かりますよと。これイコール bn っていうふうに書いておきますか。よろしいですかね。ここはね、ただ作業なので、これをいかにね、作業だ、もう何も考えずに解けるっていうところまで練習してもらえたらいいかなと思います。で、めちゃめちゃね、これ時短するなら、これいちいち書いてるのめんどくさいじゃないですか。だからまずね、α イコール 3α プラス1っていうのと計算するとマイナス2分の1、マイナス2分の1が出てきた瞬間に、これね、後々この bn プラス1から
マイナス2分の1引いた。だからプラス2分の1っていうのが等比数列になるんだなっていうのが分かるわけ。ということで、これね、α イコールマイナス2分の1っていうのを出した瞬間に、ってことは bn プラス2分の1っていうのは等比数列。ってことは、初項 b1 足す2分の1に3のね、ここがね、項比だからね、3の n-1 乗倍するんだ。で、初項が b1 足す2分の1だから、b1 が2。それに2分の1足すから2分の5倍か。もうここね、α イコールマイナス2分の1から直接ここまでね、飛べるようになったら、かなり、時間的にも短縮できるかなと思うんですけど、不安な方は丁寧にやってください。はい。じゃあ、あとはね、この結果と a1 イコール2、および丸1から、ね、a1 イコール2っていうのが分かって、丸1。だから bn っていうのがもう分かってるわけですよね。bn っていうのが分かってるわけだから、この bn をここに、代入して、an プラス1イコールっていう形にすると、an プラス2倍のこれ足す2なわけだから、足す 5×3 の n-1 乗足す1と。こういう全化式が作れるわけで、もうこれをね、パターンですよ。はい、開差型と。翻訳すると、前の項に足すだけ。ただひたすら足していきましょうっていうのが開差型ですよね。どんどん足していくということで、この 5×3 の n-1 乗足す1が1の時から、n-1 の時まで足していくと。その時に、n が2以上っていうふうに倍分けして、最後 n イコール1の時も成り立つみたいなね、式を書いていかなきゃいけないんだけど、共通テストだからもう2以上の倍とか倍分け、もうぶっちゃけ大丈夫です。ね。共通テストだからですよ。二次試験だったらもちろんちゃんと確認してあげてください。ここからはね、ちょっと省略するんですけど、シグマの計算してあげると、この丸9が出てくると。ここが an ということがわかるわけです。ここら辺のね、全化式の解き方っていうのは見た瞬間、あの形だ。じゃあこうすればいいのねっていうのをもう作業としてね、もう連想ゲームかのように解けるようにしてもらえたらいいかなと思います。では、ラスト。2番。歩行者が y イコール300の1に到着するときまでに自転車が歩行者に追いつく回数は何回であると。だから追いつく場所ってここですよね。ここで追いつきますよと。だから歩行者が300行くまでに何回ぶつかるのって言ったら、ここ y 座標は 2bn と。この 2bn が300を切ってくれればいいと。だから、2bn っていうのはこの2倍ね。この2倍。この2倍っていうのは 5×3 の n-1 乗引く1。これが300を切ってくれればいいと。到着するときまでにだから。だから、これね、移項して5で割ってあげると、3の n-1 乗っていうのが 60.2 以下っていう形になりますよと。あとはね、n に頭から1、2、3、4とか代入してあげると、3の3乗が27で、3の4乗が81なわけだから、4乗だとダメ。だから3乗まで。だから n が4の時でね。n が4の時、4-1で3乗になるからね。n が4回であると。じゃあ、4回目までに自転車が歩行者に追いつく時刻はって言われたら、追いつく時刻か。ってことは、ここのね、x 座標の部分でね、ここの追いつく場所の x 座標は an 足す bn。ということで、an と bn をそれぞれ求めて4を代入してもいいし、初めから an 足す bn 計算した方が早いですよね。an 足す bn はって言われたら、この2つを足してあげればいいわけだから、これ足すこれっていうのは、5×3 の n-1 乗足す n と定数項はマイナス2分の1引く2分の3だからマイナス2。これの n イコール4の時っていうふうに代入すると 5×3 の3乗27足す4引く2計算してあげて137と、ね、このように求めることができるわけです。よろしいでしょうか。このね、数列の問題、本当にね、このダイアグラムをしっかりと読めるかどうかっていうのがポイントで、要は2分離れてて1分ずつ縮まっていくんでしょ。で、2分かけて進んだら戻ってくるときも2分でしょっていうことが分かれば、もう簡単なわけですよね。BN 離れて、BN でしょ。で、1分休んで、BN かけていったのか BN 戻ってくるでしょみたいな感じで、ちゃんとね、翻訳できれば。で、翻訳も中学受験経験してれば、もうめちゃめちゃ楽勝にね、解けるわけなんですけど、そこをね、しっかりと汲み取っていくっていうのが、人によってはかなり難しかったんじゃないかなと思います。ただ、このね、考え方っていうのはすごく出てきますし、全化式もし立てた後だったら、もうこっから先はも
絶対に解けてほしいわけですよね。ただ解くだけなわけだから、全可式の解き方っていうのはもうなるべくパターン化して、これはね一次関数っぽい型だ、じゃあこうするよね、これ解差型だ、足すだけだからねってことは、シグマ n が2以上の場合かどうかっていうことを場合分けして考えていくよねっていうことをしっかりとね押さえてもらえたらいいかなと思います。ではラスト第5問ベクトル。このベクトルの問題もね、誘導に乗っていけばそんなに難しい問題ではないかなというふうに思います。では問題、平面上の点を中心とする半径1の円周上に3点 ABC がありと、いろいろ言ってるわけだけど、まず A と B を基準にして考えていきましょう。A と B があった時に OA と OB の内積がねマイナス3分の2ですよと。で OC ベクトルが OA ベクトルのマイナス1倍ってことは、要は AC が直径になってるよと。ここをまずすぐにね見つけてあげてください。でそうするとt を0から1を満たす実数とし線分 AB、 この AB を t 対 1-t に内分する点、これを P としますと、t 対 1-t ね、丸で、また直線 OP 上に Q を取りましょうと。こっちにあるかもしれないしこっちにあるかもしれないし分かんないけど、Q を取りますよと。じゃあまず括弧1番、コサイン AOB イコールなんとかである。これは一瞬ですね。ベクトルにおいてコサインが出てくる場合っていうのはベクトルの内積の定義式ですね。これも連想ゲームなんですよ。ベクトルにおいてコサインが出てくるってことは、内積の定義式。もうこれパターンなわけですね。コサイン AOB ってことは OA と OB の内積っていうのを考えたときに OA と OB の大きさの積のコサインシータ倍ねされますよと。求めたいのはコサインシータ。これを考えてあげるとマイナス3分の2っていうのが 1×1 半径1だからね、 1×1× コサインシータということはコサインシータはマイナス3分の2だよねと。これをねスムーズに答え出せるようにしてください。で続いてまた実数 k を用いて OQ ベクトルイコール KOP ベクトルと表せる。そうですね。したがって OQ ベクトルっていうのは、OA と OB を使って、 CQ ベクトルっていうのは OA と OB を使って表してくださいと。基本的にね、まずベクトルの考え方としては、ベクトルね、平面ベクトルに関しては2本の基準となるベクトルがあれば、全てのベクトルはその2本の基準ベクトルで表せるよっていうことですよね。今回選ばれたのは OA と OB でしたっていう話。だから以降どんなベクトルも OA ベクトル OB ベクトル2つ使って表していきたいなっていう意識を持つとかなり見通しは良くなるんじゃないかなと思います。じゃあ OQ ベクトルね考えていきたいわけだけど、OQ ベクトルっていうのはそもそも KOP ベクトルだから、 OQ ベクトルっていうのはKOP ベクトルで OP ベクトルっていうのはね簡単ですよね。 OP ベクトルっていうのは AB を t 対 1-t にね内分する点だからクロスして、 K 倍の OP ベクトルっていうのは 1-t 倍の OA ベクトル足す t 倍の OB ベクトルというふうになるわけだから、展開してあげて、このようになりますよと。展開しただけね。だから OA ベクトルの前のケースは K 倍の 1-t 探すと、これも中に入れたら K-KT か。K-KT。で、O の部分は KT。だから0と。このように表せる。で、CQ ベクトルはって言われたら、CQ ベクトル。今度ね、注目してほしいのは、またベクトルの基本的な考え方ですけど、視点が C。で、ベクトルの問題って視点を揃えないと話が始まらないんですよ。いろんなところからスタートされたら困るからね。で選ばれたのは OA と OB、 すなわち視点を O にするっていうのを意識してほしいわけだから、 CQ ベクトルっていうのはね視点を O に揃えると OQ ベクトル引く OC ベクトルで、 OQ ベクトルは先ほど求めましたよ。で OC ベクトルっていうのはマイナス OA ベクトルなわけだから、マイナス OA になって、プラス OA と、だからイコール OQ 足す OA ってことですよ。ってことはね、簡単ですよね。ここに OA ベクトル足せばいいわけだから、 OA ベクトルの係数 k×1-t がに1増やせばいいと。だから k-kt に1増やした丸4で、キの方は、OB ベクトルの係数は kt のままだから丸0と、このようになりますよと。よろしいですかね。で続いて OA と OP が垂直。もうね垂直、これも何も考えなくても解けるようにしてほしいわけですよ。
もう勝手に手が動く。ね。垂直内積が0ね。はい、終わり。内積が0。で、先ほど言った考え方ね。ベクトルっていうのは全て OA ベクトル、OB ベクトルの基準ベクトルで表せるわけだから、OA は基準のね、ベクトルで表されてます。OP もちゃんと基準となるベクトルね、2つのベクトルで表しましょう。もうこれに尽きるわけですよね。ベクトルってもうだからパターンだから簡単なわけですよ。OP ベクトルっていうのは、だからさっきね、求めた 1-t、OA ベクトル足す t 倍の OB ベクトルっていう風に表せるわけですよね。はい、これで全部 OA と OB の基準のね、ベクトルで表せました。じゃああとは展開してあげると OA の大きさの2乗も内積も、全部分かってるわけだから OA の大きさは1ということはこれかけてあげると 1-t だね。1-t の OA の2乗だから。足す t 倍の OA と OB の内積だからマイナス3分の2と。この内積が0になればいいよと。ね、内積が0。これ計算してあげて t の値は5分の3というふうになるわけです。よろしいですかね。OA と OP が垂直になるっていうのはここだよね。こういうこと。ここが垂直になるような P っていうのは t が5分の3の時だということがわかるわけです。ここまでは本当に言われた通り、ね、視点を揃えましょうとかね。あとは内積0。でした上で全部基準ベクトルで表しましょうっていう基本的な考え方が分かれば何も難しいことはないわけです。続いて以下 t が5分の3じゃないとし、だからね各、この AOP の部分が垂直じゃないときに各 OCQ が直角であるとすると、じゃあもう一回ね書いてあげますね。はい、今ね各 OCQ が直角っていうことはこの点 Q が、この点 C における円との接線上に Q があるということが分かるわけですよ。ね、その時直角だからね、この部分が直角ですよと。で、だから P がここにね、どこにあるか分かんないわけだけど、この部分 OP を結んであげた直線上に点 Q があって、それがここの点 C における接線との交点上に点 Q があるっていうふうに考えてあげればいいわけです。よろしいですかね。ただこれをね別に図形的に求める必要もなくてね、各 OCQ が直角であるっていうふうに言われた時点で、内積が0かっていうだけなんですよ。もう簡単ですね。OCQ が直角っていうことは OC と CQ の内積が0と。OC じゃなくてね、初めから OA っていう風にやってあげてもいいんですけど、結局 OC と CQ の内積が0っていうのを考えるにあたって、はい、基準ベクトルで表していく。もうこれが全てね、OA と OB で全部表せるでしょ。だから OC も CQ も基準ベクトルで表してねっていう話。OC ベクトルっていうのは、ちょっと下に書くと、マイナス OA と。で、CQ っていうのは先ほど求めましたね。ここの部分。k-kt 足す 1OA 足す ktOB と。はい。このね、内積が0になる。そういった時に、k と t しかね、文字がないわけだから、k を t で表してくださいねっていう話。もう楽勝ですね。両辺まずマイナス1倍すれば、このマイナスは消えてくれるわけなんですけど、この OA の大きさの2乗っていうのは1なわけだから、まず k-kt プラス1っていうのが出てきて、足す kt×OA と OB の内積。OA と OB の内積はマイナス3分の2なので、マイナス3分の2倍の KT イコール0と。こういった形になると、あとは、3で分母払ってあげて、K と K を含まない項に分けて割ってあげれば答え、5t-3 分の3と。こういった形になるわけです。よろしいですかね。これもね、結局パターンなわけです。直角内積は0だね。さっき、しかも OC と CQ。どっちもね、よくわかんないベクトルだけど、いずれも OA と OB で表せるでしょ。で、しかも、さっき表したじゃん。ということで、簡単に解ける。では続いて、平面から直線 OA を除いた部分は直線 OA を境に2つの部分に分けられますよと。で、そのうち点 B を含む部分を D1、D2、含まない部分を D2 とする。これ何が言いたいかというと、このように直線 OA があって、この OA の上側と下側に分けられますよと。ね。上側を D1、下側を D2 というふうに考える。同じように、今度はこれをね、OB についてやってあげてくださいと。色を変えて。OB についても同じことが言えて、
A を含む方を E1、A を含まない方を E2 としましょうっていう話ですね。じゃあ今ね、9が5分の3、t が0から5分の3の時、点 Q はどこの領域に含まれますかと。あるいは t が5分の3から1ならば、点 Q はどこの位置に含まれますかっていう問題。で、この問題に関しては、2つの解き方があります。数式的な処理、あるいは図形的な処理。ね、図形的な処理どっちでもできる。まず、じゃあ数式的な処理からいきましょう。まず、点 Q について考えたいんだけど、ね、点 Q って何かっていうと、直線 OP 上なわけだよね。OP 上。ということは、ね、直線 OP 上ということは、O から P、こっち側にある場合は、D1 かつ E1、ね、D1 かつ E1 にあるし、ね、ここ D1 かつ E1 ね。この反対側、P に対して反対側に来る場合は E2 かつ D2 にあるなっていうことが分かるわけですよ。このどっちなんだろうっていうことを決めるのが、これね、K の値ですよね。K って何って言ったら、これが、どこだ ?OQ ベクトルイコール KOP ベクトル。ね。OQ ベクトルっていうのは OP ベクトルの K 倍ですっていうふうに言ってるわけ。よろしいですかね。で、点 P は D1 かつ E1 の方にあるのはもう確定してるわけね。図より。そうすると、もしこの K の値が正なんだったら、この同じ方向にあるわけだから D1 かつ E1 だし、負なんだったら反対側にあるから D2 かつ E2 確定するわけ。だから K の正負によって考えましょうっていうのが一つの考え方。じゃあ t がね、5分の3より小さいものを入れるとしたら、5t-3 っていうのは負になるわけね。だから k が負になるわけだから D2 かつ E2 だから丸3になって、逆に5分の3より大きいものをねここに入れたら k っていうのは正になるわけだから、p と同じ側にあって D1 かつ E1 とね丸0になるよと。こんな感じで数式的な処理ができるわけ、ね、この k ってなんだっけってことを考えていけばいいのね。じゃあ次ね、図形的な考え方をするのであれば、今ね、境目として5分の3を考えてるわけじゃないですか。この5分の3ってなんで境になるのってことを考えてほしい。5分の3って何かというと、OA と OP が垂直になったこの直線ですね。OA と OP が垂直になった。ここに P があるときと。これが5分の3の時なわけですよ。ね、t イコール5分の3の時。ということは、t が0から5分の3の時にあるのっていうのはね、だから AB を t 対1引くに内分する点のうち、この t がちっちゃくなるってことは、この5分の3の時よりもこっち側にある時が t が0から5分の3ということが分かりますよね。そうすると p がこっちにあるんだったら、ね、この点 C における接線と交点を持つためには OP こっち側を無限に伸ばしても意味ないじゃないですか。反対側に伸ばして初めてぶつかるわけだから、反対側にあるんだな、 P と反対側にあるんだから D2 かつ E2 の方だな。一方5分の3から1の時っていうのは、ここのね、ここの間にあるわけだから、こっちを伸ばしていけばここでねぶつかるなってことが分かるわけです。よろしいですかね。こんな感じで図形的に5分の3の境目ってなんだっけってことを考えてあげれば、式すら不要と、ね、この K すら求めなくてもこの ③、0っていうのは求めることができるんだっていうこともね、ぜひ知っておいてもらえるといいかなと思います。では括弧3番、太郎さんと花子さんは点 P の位置と OQ ベクトルの大きさの関係について考えている。t イコール2分の1の時、1と2により OQ ベクトルイコールルートなんであると分かると。だから t が2分の1だよっていう時に OQ ベクトルの大きさね、この OQ ベクトルの大きさを求めていきたいよと。結局ね、やりたいことっていうのは、この OQ ベクトルの大きさを求めていきたいんだったら、この OQ ベクトルをね、基準となるベクトルで、OA と OB を用いて表しましょうと。もうこれに尽きるわけ。もうね、原点回帰なわけですよ。ベクトルの問題って全部もう基準となるベクトルで考えていきたいよねっていう発想さえ持ってあげれば楽勝なわけです。ね、OQ ベクトルの大きさはって言ったら、わかんないけど OA と OB を用いて表したい。で、ね、
OQ ベクトルっていうのは、丸1と丸0、ね、K-KTOA ベクトル足す KTOB ベクトルっていうふうに表せて、K っていうのが 5t-3 分の3で表せて、t イコール2分の1っていうことから、t が2分の1っていうのが分かれば、K っていうのも求まるよね。この t に2分の1を代入すれば、5×2 分の1引く3分の3でマイナス6と、計算することができて、K がマイナス6っていうのが分かれば、この OQ ベクトルね、K も t も代入すれば、簡単に表せますよと。そこからね、計算は省略するんですけど、計算してあげると、マイナス 3OA 足す、マイナス 3OA 引く OB だから、マイナス3でくると、OA ベクトル足す OB ベクトルと。こういった形になりますと。あとは、これね、上に書いてあげると、OA プラス OB の大きさの2乗っていうのを考えてあげれば、ね、OA の2乗足す2倍の OA と OB の内積、プラス OB の大きさの2乗っていう風になって、ここが1足す1足す 2× マイナス3分の2なので、これが3分の2になると。だから OA プラス OB の大きさっていうのはこのルート3分の2倍になって、それに3倍してあげることによって答え、ルート6が出てくるというわけです。よろしいですかね。これは OQ ベクトルっていうのを OA と OB を用いて表したいっていう意思があれば別に難しくない。では続いて、t イコール2分の1の時じゃない場合にも OQ ベクトルの大きさがルート6となる場合があるかなってことを考えていろいろ書いてあるんですけど、ここね、ぜひ汲み取ってほしいのが t イコール2分の1の時の点 Q と対象の点を R とする。この発想だけね、借りればいろいろ言ってるけどよくわかんないけど、対象の点を考えろってことねっていうふうに汲み取れるかなと思います。P が2分の1の時はここね、OQ がここに来るわけなんですけど、ここの時の、長さがルート6なんでね。じゃあ同じようにルート6になるのはどこなのって言ったら、ここの対象な点、ここが対象になる点っていうのを考えていくと。ここを R として、この Q の点がこの R の点に来てくれれば、そうしたら同じように長さルート6になるよねっていうふうに言ってるわけなんですよ。よろしいですかね。そうすると、あとはね、それが分かれば難しいことはなくて、CR ベクトルっていうのは、CQ ベクトルの何倍って言ったら、CR ベクトルっていうのは CQ ベクトルの、対象なわけだからマイナス1倍ですよね。CR ベクトルは CQ ベクトルのマイナス1倍で、ってことは OA ベクトルと OB ベクトルで表していきたいんだけど、この、CQ ベクトルも結局、間ね、挟むと、マイナス OQ-OC と。視点を揃える。もう絶対ね、何回も出てきますから。CQ ベクトル、視点を O にしたいのね。で、その O にした上で OA と OB に直していきたい。で、OQ ベクトルっていうのはさっきね、マイナス3倍の OA 足す OB っていうふうに表したので、一応展開するとマイナス OQ 足す OC。で、マイナス OQ っていうのは 3OA 足す 3OB。で、マイナスマイナス OC だからプラス OC になるんだけど、OC ベクトルって何だったかというと、マイナス OA ベクトルと。だからここにマイナス OA ベクトルが入ってよって計算は 2OA ベクトルプラス 3OB ベクトルと、このように変形できますよと。ここまで来たらあとはね t の値を求めてくださいっていう話なんだけど、要は CR ベクトルが 2OA 足す 3OB と、これって結局ね、この点 R っていうのを一旦忘れてあげて、本来の点 Q がね、本来の点 Q について CQ ベクトルが 2OA ベクトルプラス 3OB ベクトルに来てほしいわけですよ。ね。点 R のね、この点 R の位置に元々の点 Q が来てほしいってことを考えると、さっき CQ ベクトルってね、求めましたね。丸4。だから K-KT 足す 1OA ベクトル足す KTOB ベクトル。この値が2OA ベクトルプラス 3OB ベクトルになれば、その時の Q っていうのが、OQ ベクトルの大きさがルート6になるよっていうことが言えるので、あとはね、OA と OB が一時独立であることより係数比較して、K-KT プラス1が2。で、KT が3と。このように式を表すことができるので、これ足してあげると、K 足す1が5で、K が4と。よって、T イコール4分の3というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。
こんな感じでね、ベクトルの問題っていうのは、結局はパターンなわけですよね。基準となる2つのベクトルっていうのを求めていきたい。今回は OA と OB だろう。そうすると視点は O なわけだから、O から揃ってないものは、まずね、O に揃えてあげたいなとかね。あるいは、OQ と OC で出てきたら、全部 OA と OB 使って表したいなっていうことをひたすらやってて、垂直内積0。直角内積0。OC と CQ。じゃあ全部 OA と、ね、OB で表して、ごちゃっと計算すればいいと。多少ね、ある程度図形的な解釈っていうのも間に挟みつつ、基本的にはもうパターンにね、全部落とし込むことができるので、ぜひね、皆さんベクトルの演習を積むときは、このパターン、基準となるベクトルを2つね、定めてあげて、で、その上で、その2つのね、基準ベクトルを使ってごちゃごちゃしていくんだっていうことをしっかりと押さえてね、問題解いてもらえたらいいかなと思います。これでね、今年の共通テスト数 2B のね、全問題、確率分布とかも含めて解説してきたわけなんですけど、全体としては、基本的に、解けてほしい問題は多いけれども、やらなきゃいけないこと、計算量っていうのは多くて、60分っていう試験時間課された時には、結構慌ててしまうね、問題も多かったんじゃないかなと思います。あとはね、数列の問題に関しては、中学受験経験者かどうかによって難易度が大きく変わるっていう、ちょっと共通テストで出すにはどうなんだろうっていうところも、多少はね、あったんですけれども、この問題をね、経て、改めてね、数列の考え方っていうのもね、復習してもらえたらいいかなと思います。今後もね、こういったためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。